ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、ウクライナへの軍事支援が一段階上がろうとしています。ポーランドが保有しているドイツ製の戦車レオパルト2について、ウクライナへの供与を正式に発表したのです。しかし、この発表を受けてもなお、ウクライナへの実際に引き渡しにはまだハードルがあります。今回の動画においては、そのハードルとは何か、そして、順調にウクライナにレオパルト2が渡った場合の軍事的な影響についても解説を行っていきましょう。2022年がウクライナにとっては、守りの兵器が支援されてきた年であるのと対照的に、今年はいよいよ領土奪還に向けた兵器供与が始まろうとしています。ウクライナ情勢の変化がどこから始まっているのかを理解すれば、今後の世界情勢についての理解もより深まることでしょう。それではポーランドがどのような発表をしているか見ていきます。ウクライナに戦車供与、ポーランドからレオパルト。ポーランドのドゥダ大統領は11日、ロシアが侵攻するウクライナに対し、ドイツ製の主力戦車、レオパルト2を供与する方針を決めたと明らかにした。ドイツの承認が必要となる。戦車の提供は、ウクライナのゼレンスキー大統領が強く求めていた。供与が実現すれば、各国との防衛協力がさらに進展する。ドゥダ大統領は訪問先のウクライナ西部リビウで、ゼレンスキー大統領、リトアニアのナウセーダ大統領と会談。その後の共同記者会見で、要件を満たさなければならず、国際的な協力を望むと強調した。ゼレンスキー大統領は、ポーランドの方針を歓迎した上で、一国では私たちを助けられないとし、さらなる支援の必要性を訴えた。さて、ポーランドがレオパルト2について、ウクライナに引き渡すことを発表したわけですが、記事の中でもあるように、元々の生産国であるドイツがレオパルト2をウクライナへと移転することに際しては承認が必要です。これはあくまでも取引は二国間同士のものであり、ポーランドが使う分には販売しますよという話であって、ポーランドが受け取ったレオパルト戦車を自由に他の国に引き渡してよいという契約ではないからです。そのため記事の中でもドイツの承認が必要だという一文があるわけです。なお今回ポーランドがウクライナに供与する数については、おおよそ10両ではないかと言われています。保有している全体数すべてを引き渡すというわけではなさそうです。ただし、これには事情があって、そのことについては後で解説しようと思います。さて、ドイツの主力戦車レオパルト2がなぜこれほどウクライナに供与されるべきだという話が出ているかについて解説をしておきます。レオパルト2はヨーロッパ標準の戦車と呼ばれるほど広く普及しています。どれほど普及しているか、採用や導入国は以下の通りです。ドイツ、ポーランド、スウェーデン、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スペイン、デンマーク、トルコ、ノルウェー、フィンランド、ポルトガル、ハンガリー、そしてヨーロッパ以外ではカナダやインドネシアもレオパルト2を購入しています。この中にはドイツで作られたものを輸入している以外にもライセンス生産を自国で行っていることもあります。ですから各国の保有しているレオパルト2はバージョンが違うものやその国において生産され追加の装備や改造が施されているものも含まれています。そしてこれだけ多くの国で広く普及しているということはそれだけ多くの戦車総数が存在していることを意味します。ですから一旦ドイツがウクライナに対してレオパルト2を供与していいよとどこか一カ国に対して承認すれば、その他の国に対しても A という国はウクライナに引き渡すことが承認されたんだから B という国、C という国においてもウクライナに供与しても何ら問題ないはずだという話になるわけです。しかもこれだけ多くの国で使われているということはそれだけ多くの国々において保守部品が存在していたり整備できる人間がいたりと何かと支援がしやすいというのも一つの利点です。そしてものすごく単純なことなのですが、レオパルト2は何年にもわたってバージョンアップ改良が施されており、基本性能は明らかにロシア製の戦車よりも上です。ですから数にしても支援体制にしてもそして戦闘力においてもウクライナ軍を大幅に強化することができるためレオパルト2が望まれているというわけです。さてこのようにドイツ製の戦車が注目を浴びているわけですが、うまい具合に振る舞った国があります。それはフランスです。フランスはつい最近装輪装甲車 AMX-10RC のウクライナへの供与を発表しました。西側製の手法を備えた兵器の供与は他の国よりも一歩踏み込んだものであり、これによってフランスは戦車供与の
話題からうまく逃れることができました。というのも、ドイツがレオパルト2戦車を持っているのと同じように、フランスはフランスで主力戦車ルクレールがあります。ですから、ドイツのレオパルト2が供与されるのに時間がかかるというのであれば、フランスが主力戦車ルクレールをウクライナに供与するという議論があったとしても別に不思議ではないのです。ドイツにうまい具合に話を持っていくことによってフランスは身を引くことができているわけです。また、今回の発表よりも前のニュースとして、イギリスは主力戦車チャレンジャー2をウクライナに供与することを検討していると発表しています。これはイギリス自身が西側製戦車最初の供与国として名乗りを上げるかどうかといったことも重要ですし、イギリスは検討しているんだ、さあドイツはどうするんだという問いかけとしても政治上においては非常に意味があるでしょう。ただし、イギリスの主力戦車チャレンジャー2は残念ながらレオパルト2よりも少し劣ると見た方が良いです。これはイギリスが長い間、今後戦車は不要になるかもしれないなと考えて、チャレンジャー2のバージョンアップをあまり進めてこなかったという事情があります。ただし、たとえそうだったとしても、ウクライナにとっては強力な支援になりますから、イギリスが第一歩を踏み出すかどうかというのも注目だと言えます。一方、アメリカは M1 エイブラムス戦車を供与する問題については、今のウクライナには M1 エイブラムス戦車を大量に供与したとしても、それを保守点検するための仕組みを構築するのが非常に時間がかかり、実現性は低いという話をして、戦車供与については一歩腰が引けた状態です。その代わりといってはなんですが、追加の兵器供与としては、ストライカー装甲兵員輸送車が議題に上がっています。引き続きブラッドレーの追加供与を進めてほしいものなのですが、アメリカはアメリカで戦車を最初に供給するべきなのはヨーロッパではないかといった意見を持っているようです。最後に記事の補足を一つ入れておきましょう。1月20日、NATO 加盟国を中心に42カ国がウクライナへの軍事支援を協議・調整する会議、ラムシュタイン会議が開催されます。この会議に向けて今国際政治はまさにウクライナに対する兵器供与、戦車はどうするんだということについて駆け引きが水面下で行われているところであり、ドイツがこの調整会議を通じてウクライナに対する戦車供与を自身でするのか、それともドイツ自身はやらなかったとしても他の保有国がウクライナに供与することを認めるのか、ここがまさに大きな議題となります。今回ポーランドが供与したいと話している数については10両だと言われています。ですから、ポーランドからレオパルト2が渡ったからといって、さあそれによってウクライナ軍の連戦連勝がいきなり始まるといった数ではありません。しかし、解説の中でも言ったようにヨーロッパにおいてはレオパルト2を保有している国がたくさんあります。ですから、それぞれの国において、うちの国は5両出すよであるとか、ほんの数両ずつ出していったとしても、総数として膨らむ可能性が十分あるわけです。だからこそ、ドイツが自分自身でレオパルト2を渡さなかったとしても、売った先の国において、ウクライナへ供与することを決めて、これを許可すれば多くの国々がレオパルト2戦車をウクライナへと供与し始める可能性があるわけです。だからこそドイツの決定に注目が集まっているわけです。そしてドイツ以外の国がどのようなことを考えているかといえば、少なくとも NATO や EU の首脳らは、ウクライナは自国を守るための兵器はどんなものであっても受け取るのに何ら障害はないと話しており、ドイツがレオパルト2をウクライナに供与するか、もしくは売った先の国がウクライナに供与することを許可するかどうかはドイツ自身が決めるべきだと話しています。これらを制止するような外部勢力はロシアぐらいしかありません。一方でドイツはドイツで、ウクライナに対する兵器供与はアメリカの方がもっと先に言ってくれたらなという具合にして、なんとかロシアからの矢面に立ちたくはないという姿勢を取り続けています。ですから防空兵器で言っても、アメリカがパトリオットミサイルを供与したという表明をした後で、ドイツは持っているパトリオットもウクライナに供与しようと後からついてくることがあるわけです。このようにしてアメリカに先にやってもらいたいドイツという姿があるわけですが、アメリカ自身は M1 エイブラムス戦車についてはなかなか踏み込んでこないものですから、1月20日の国際的な軍事支援の会議において、なんとかドイツを説得し、ドイツに踏み込んでもらう、そうした決断をしてもらう必要があります。
この戦争が早期に終結するかどうかは、結局のところ、より強力な兵器がウクライナへと供与が始まるかどうかにかかっています。そうした意味では、ドイツの決断は非常に重要だと言えるでしょう。なお、レオパルト2を供与することを発表したポーランドなのですが、現在兵器の更新が進んでいるところです。保有しているレオパルト2、そしてもともと持っていたソ連系の戦車 T72 とそれを近代化改修した PT91 については、順次ウクライナへと送っているところです。アメリカから M1 エイブラムス戦車とそして韓国製の戦車を導入する話が進んでいて、これらの戦車がどんどんと届けばその分だけこれまで保有していた戦車をウクライナへ供与が進んでいくのです。ですから、アメリカがウクライナに直接 M1 エイブラムス戦車を渡せないという話をいつまでもするのであれば、もっともっとポーランドに購入契約の済んでいる M1 エイブラムス戦車をどんどんと送りつけて、ポーランドがウクライナに戦車を渡せる環境を作ってあげるのもアメリカの立場としてはやるべきことでしょう。そしてウクライナに戦車が渡されると決まった後においても、それから先にはまだウクライナ兵の訓練というものが必要ですから、実際の戦場において軍事支援の結果というものが影響するには時間がかかります。だからこそ繰り返しにはなりますが、ドイツの決断は早ければ早い方が良いでしょう。そうすれば結局のところ戦争を早く終わらせることとなり、戦争の悪影響といったものを収束させるためには、一日も早い動きというものが求められているのです。というわけで今回の動画はここまで。ポーランドが保有しているレオパルト2戦車のウクライナへの供与を決定したと発表しました。実際に戦車が渡るまでにはドイツの決断が必要です。そしてドイツが決断さえすれば、ヨーロッパ各国がウクライナに対してレオパルト2戦車を少しずつ出し合ってまとまった数になるかもしれないのです。そうなればこの戦争が終わる可能性はぐっと高まっていくこととなります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとこの動画を見てのあなたの感想をぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。